ム。サウジアラビアが大変なことになっているんだぜ。新年早々にそんなに大変になっているのはおそらくあなただけだと思うわよ。でも大変なんだぜ。それでどのようなところがサウジアラビアが大変になっているのかしら？もしかして油が止まった？そうだとしたらこのチャンネルでは少なくとも取り上げることはないんだぜ。それはそうよね。それで何が大変なことになっているのかしら？見事に中東王者を決めるガルフカップで崩壊する様を見せてしまったんだぜ。プレステ2のウイイレ時代は日本の対抗勢力にサウジアラビアを使っていたのに、少なくとも今もナンバリングがあれば大変なことになっているだろうな。それはその通りよね。でも立て直しは効くんじゃないかしら？確かに時間をかければその通りで立て直しは効くとは思うぜ。ただそこまでの時間はないんだ。サウジアラビアの油が燃えるのかしら？そのやたらと燃やしたがるのは何なんだぜ。お前はいつからそんなに燃やしたい衝動に駆られるようになったんだ。それよりもなんで時間がないのか教えてほしいわ。ああ。実はサウジは今年のゴールドカップに招待国として呼ばれているんだぜ。あれ？でもそれって？さすがにわかったか？ワールドカップホスト国としては今のサウジと戦っても収穫がなさすぎるんだぜ。確かに中東王者になる前に完全に崩壊してしまったチームと戦っても何のメリットもないわね。そんなことでホスト国を中心に今更サウジを呼んでどうなるんだ？としたコメントが相次いでいるぜ。それにサウジからしてもそこに力を注いでいる場合じゃないわね。ああ、そういうことなんだぜ。だからワールドカップホスト国からは今からでも日本に来てほしいと騒いでいるんだ。合点がいったわよ。それはそうなるわよね。何のメリットもないんだもの。日本の方が大きな収穫を得ることができるわ。ワールドカップホスト国としてはこの試合をきっかけに真剣勝負の経験値不足を補うつもりなんだが、あまりにも今のサウジじゃ相手にもならないわよね。そこなんだぜ。まだマンチーニが監督なら最先端の戦術と戦えるからありだったかもだが、確かにそれはその通りね。今のサウジとやっても得るものがないと思うのは当然だわ。それにさっきレイムが言った通りでサウジもそんな余裕はないと思うんだぜ。辞退するかもしれないな。ワールドカップ敗退の危機的な状況にあるものね。そうなんだぜ。それが一番の問題なんだ。でもそんなにガルフカップのサウジアラビアはひどかったのかしら？全てにおいてひどかったというのが私の意見になるんだぜ。そんなに？そもそもサッカーの賢人たちがあれだけ警鐘を鳴らしているのに改革にも踏み込めず。確かにね。そんな国のナショナルに何を期待しろというんだ？というのが私の意見になるんだぜ。それはその通りよね。前任者も現監督も同じ指摘をしているもの。それに踏み込まないのは怠慢だわ。それでこの状況にウキウキになっている国が一つあるんだぜ。どこになるのかしら？ワールドカップアジア予選で同じ組に属している中国になるんだぜ。彼らからすると弱体化してくれた方が嬉しいんだぜ。当初は格上と見られてチームがこのありさまだものね。それはウキウキするわよ。それでこのガルフカップでサウジは基本的に格下と戦っているんだが、結果が伴わないんだぜ。それが一番厳しいわよね。何せグループステージでもバーレーンに2対3、イエメンに3対2、イラクに3対1と苦戦で国内からは批判殺到だったぜ。確かにサウジの前世を知っているとここに苦戦するのは確かに訳がわからなくなってくるのも納得だわ。イエメンにも勝利するも FIFA ランクがかなり格下相手に苦戦をしてしまったからな。それでも準決勝までは勝ち進んだが格下のオマーンが退場者を出して数的優位になったにもかかわらず1対2でよもやの黒星だぜ。この状況にウキウキして現状を伝えたのが中国のメディアのだぜ。サウジアラビアがまさかの敗退する結果に、4試合で8失点、完全に崩壊。として国内にサウジの崩壊の様を伝えたんだ。今後戦う相手なだけに攻略法が見つかったとしてハッピーになってこのように続けているんだ。サウジアラビアは4試合で9得点8失点で最多得点最多失点だ。この4試合からサウジアラビアの攻撃は依然として良好だが、バックラインに大きな問題があることがわかる。中国代表が守備的なカウンターアタックで対処すればチャンスがある。確かに今の中国の得意技こそがそのカウンターアタックだものね。ああ。そしてこの大会でもポゼッション率は高くてボールを支配する側にいたんだが結果として鋭さが減退することになったぜ。それは確かにあまりにもサウジとしてみたら何も怖くないのが現実になってくるわね。そういうことなんだぜ。だからこそサウジは原点回帰をすべきなのかもしれないな。日本も苦しんだあの鋭いカウンターが戻れば C 組でも復活できるものね。ただそのカウンターに関しても日本にとっては脅威にならないかもしれないんだ。どういうことかしら？
カウンターがなぜ効果的かレイムお前は知っているか？なんとなく知っているけど一度マリサの考えを聞いてみたいわね。教科書通りの答えにはなるけど相手の陣形が整う前に叩いた方が良いのは間違いないよな。それは間違いないわね。そしてカウンターというのはその陣形が整う前にとどめを刺すのがカウンターだぜ。つまり重要なのは相手の守備に整う時間を与えないことが大事なんだが、今の日本には守備にスピードスターがいるんだぜ。その速度はエムバペ並みなんだ。そんな選手がいたの？とんでもない選手じゃないの。実はその速度が欧州でランクインしているとしてイギリスメディアが報じているんだ。そのメディアによると佐野海舟選手は堂々の5位 35.8 キロで3位のキリアン・エムバペは 36.0 キロだぜ。そしてハーランドは 35.7 キロとなっていて世界トップクラスの走力があることが明らかになってもいるんだぜ。日本の新星がついにそんなランキングで上位に入る時代にも来ているのね。もちろん走力だけがサッカーの全てではないけどもあった方が有利なのは間違いないぜ。アスリート全般を通じて言えることでもあるわよね。それを考えるとすごいわ。多少無理が利くプレーもできることを示しているわけでもあるからな。そんな選手が守備的な役割を担っているのはかなりすごいことよね。少なくとも今までいたタイプのボランチとはその方向性が全く違う選手ということもできると思うぜ。日本が新しいスタイルを構築するのに一番貢献するのはもしかしたら彼かもしれないわね。それは間違いないだろうな。そのレベルの選手である下のランクでも上位につけているんだぜ。どういうことなのかしら？それに関しては佐野選手が所属するブンデスに詳しい地元メディアが報じているんだぜ。佐野はマインツの中盤で初めから不可欠な存在となった。今シーズン全ての試合で先発時フル出場しなかったのは2試合だけ。としてその貢献度の高さを称賛した上で、デュエルの面ではリーグトップ3に入る選手であり中盤を安定させている。ともしているんだぜ。ちょっと待って。あれだけのスピードがあってデュエルでも。だから異次元のボランチになる可能性が高いんだぜ。デュエルに関しても数字でしっかりと残されているぜ。そうなの？ 15 試合を終えた時点で佐野のデュエル勝利数は172回。ドイツ代表ミッドフィルダーフロリアン・ビルツ207回に次ぐ2位だぜ。これはますます世界が注目することになってくるんじゃないかしら？実際にマインツは昨季降格寸前だったがそれを立て直した一人がこの佐野選手であるともされているんだ。そこまで評価を受けているとは驚きでいっぱいね。それに関しては先ほどのメディアがこのように称賛しているんだ。それはもうすごいんだぜ。初めは言葉の壁があったが今では素晴らしい連携がある。アミリが創造性佐野が安定感をもたらしてマインツのレベルを引き上げた。とこれ以上ないほどの称賛を浴びているんだぜ。それは確かにすごい称賛ね。特にバイエルンミュンヘン戦でドイツの至宝を完封した姿は鮮烈だったからな。それで注目度が爆上がりしたのね。つまりはそういうことだぜ。それで世界中が佐野の名前を知るに至った一気に知名度を世界レベルになっているんだぜ。佐野選手に対して皆はどう思っているのかしら？来シーズンにどこかにステップアップするだろうから、そこでも定着すると、遠藤選手との入れ替わりで代表のレギュラーになるのかな。スピードでは、前田はその上を行ってるはず。前田のスピードのあるただでさえエグいファーストディフェンスに、さらに真ん中でも佐野がそのスピードで襲いかかると、とんでもないことになる。前田のファーストディフェンスに慌てて出した中盤へのパスに、佐野のスピードが襲いかかる。しかもサイドには伊藤なんかいた日には、ちょっとしたパスのズレ、ミスもボールを回収してカウンターにつなげるような、最高に面白いチームになると思う。代表の次期ボランチ筆頭選手だったはずだから、いつか代表で見たい選手。遠藤の後継者に一番近いのがやっぱ佐野になってしまっている。次の代表選考が個人的にもすごく楽しみになってきたわよ。今話題になっているのはこの佐野選手と鹿島のフォワード鈴木選手の招集があるのかという問題だぜ。なるほどね。確かに気になるわ。これは私の考えだが佐野選手は呼ばないとおかしいレベルだぜ。逮捕はされたがそれによって実刑は受けていない。確かにね。選手個々の問題と代表は分けて考えないとダメだぜ。スポンサー云々を言うような、ヘナチョコな JFA ではないと私は信じたいぜ。そんなヘナチョコな協会ならワールドカップ優勝を掲げるならない方がマシだとさえ思うぜ。それで鈴木優馬選手は？ズバリ言うぜ。100ないな。申し訳ないがカモンメインは今の代表では呼ばれないと思うぜ。どういうことかしら？それは実力云々ではなく森保ジャパンが一番気をつけているチーム内バランスを崩しかねないからだぜ。どういうこと？
森保監督と選手を考えるとパワーバランスを一気に崩されると一気に崩壊する未来が見えるんだぜ。なるほどね。それに鈴木選手は過去に意味深なツイートをしているぜ。これが森保監督に向けたものならアウトだぜ。どんなツイートなのかしら？結構な発言だったからここでは言わないが、悪意ある発言をしているんだ。そういったものが森保監督に向けたものなら呼ばれることはなさそうよね。でも日本には素晴らしい選手がたくさんいるもの。どうにかなるわよね。将来は相当に明るいものになると思うぜ。最近ではワントップには塩貝選手や後藤選手も調子を上げているわ。そして今すぐにではないと思うが高校サッカーでも一瞬だが爆発的な力を見せた高岡選手もいる。2030年のワールドカップは相当入れ替わっている可能性が高いわね。早くワールドカップの時期になってほしいぜ。そしたら今日の動画はここまでよ。